こんにちは、のぶしです。今日は JR 西広島駅から天神川駅まで歩きます。西広島駅は広島駅から2駅隣でアクセスがしやすい場所です。もともとは1897年に小井駅として開業。戦前戦後の人々の生活を見つめてきた歴史ある駅です。昭和の時代に西広島駅と改称され、近年では橋上駅舎と自由通路が整備され、2022年から新しい駅舎となりました。ちなみに私は新しい駅舎になって初めてこの駅で降りました。児童文学ずっこけ3人組の像です。作者那須正元さんの出身地で3人組の石像が駅前に建立されています。私も小学生の時はこのシリーズが大好きでした。特に噂のずっこけ株式会社、釣り人にラーメンを売ってで株券を発行してどんどんスケールが大きくなっていく様子がとても楽しかったです。今日は太田川デルタを西から東に突けるようなルートで、途中肘山公園で食事とお酒を楽しみます。今日は6本の川を渡ることになりますが、まずは最初の1本目、太田川放水路。太田川水系の本流です。太田川は広島の町を形作る大きな川で、市内では枝分かりしてデルタ帯を作り、瀬戸内海へと注いでいます。この放水路は大雨の時に水を安全に流すための通路として整備されたもので、市街地の洪水被害を和らげる役割を担っています。太田川放水路を渡り、次は広島市の中心を東西に貫く平和大通りに入ります。全長およそ 3.6 キロ、幅は約100メートルのため、100メートル道路とも呼ばれます。両側には欅の並木が続き、街路としての景観が目を引きます。戦後の復興計画で作られたこの大通りには、歩道やベンチが整えられ、散歩や観光に適した空間になっています。毎年5月には広島フラワーフェスティバルが開催され、1日におよそ50万人が訪れて賑わいます。2本目の川、天満川。そこに架かる緑大橋を歩きます。平和公園が近いこのエリアには住宅や公園が広がり、歩道沿いには多くの慰霊碑が並びます。続いて3本目の川、旧太田川、通称本川です。橋の向こうには平和記念公園が見えてきました。公園内には原爆ドーム、平和記念資料館、慰霊碑などが点在しており、多くの国内外の観光客が訪れます。今見えているのが平和記念資料館です。展示内容は時代によって変わっており、かつては再現人形などが多かったのですが、現在は資料をベースとした展示となっているそうです。私は40年近く中に入っていません。ぜひ皆さんの目で確認してみてください。奥には慰霊碑、その向こうに原爆ドームが見えます。続いて4本目の川、元安川を渡ります。川田欄干が見えます。平和大橋です。平和大橋は建築家丹下健三によって設計されました。1949年完成。特徴的なのは彫刻家のイサム・ノグチによってデザインされたこの親柱という部分。船の舳先をモチーフにしており、この西側は行く、
反対側は作ると命名。原爆で亡くなった方の心は船に乗って旅立ったという意味が込められているそうです。元安川を渡ったところでおにぎり屋さんを見つけました。ちょっと寄ってみます。おにぎり仁田屋、大手町本店。島根県仁田郡奥出雲のコシヒカリ、仁田米を使ったおにぎりだそうです。知らなかったのですが、東の魚沼コシヒカリ、西の仁田米と言われるほどのお米なのだそうです。鬼の顔が割れちゃってます。平和大通りはもう少し続きます。道の左右に様々な慰霊碑があり、千羽鶴が掛けられていました。鶴見橋。ここが5本目の川、京橋川です。京橋川は川沿いには遊歩道や緑地が整備され、市民の散歩コースやジョギングコースとなっています。名前の由来となった京橋は、ここから北に川を登ったところにあり、江戸時代には京へと通じる道の起点となっていたのだそうです。肘山トンネル。いよいよ肘山公園が近くなってきました。高圧ナトリウム灯のオレンジが気分をノスタルジーにさせます。肘山トンネルを抜けると段原ショッピングセンターです。お酒を買って肘山スカイウォークへ進みます。ここから肘山公園、広島市現代美術館、広島市漫画図書館へアクセスできます。春にはお花見客でいっぱいになるのですが、夏の平日12時前は閑散としていて、私以外は誰もいませんでした。結構な高さのエスカレーターです。後ろを振り返るのに勇気がいりました。肘山公園に到着。どうせなので高台へ向かってみます。高台は2024年にピースメッセージ広場に改名されていました。全然知らなかった。2023年に行われた G7 広島サミット。その時の各国首脳のメッセージが石碑になっていました。ちなみに G7 があった頃、広島市内は各国首脳が安全に移動できるよう車道を一気に補修工事しました。3日間のためにそこまでするのかと思いつつ、補修した道路はそれだけで渋滞が軽減されたので驚いたのを覚えています。この通りをずっと歩いてきたんですね。もう結構歩いたな。広島市現代美術館です。G7 の直後に2年の時間をかけてリニューアルされました。この日は汗をたくさんかいていたので中には入りませんでした。ムーアの広場。遠目にベンチが見えたので、ここで食事にします。この大きなオブジェはイギリスの芸術家、
ヘンリー・ムーアによって作られたアーチと呼ばれる作品です。見上げるほど巨大ですが、この原型となった小型の作品はトルソー、つまり胴体という名前。このアーチも人の体を表しているのでしょうか。いただきましょう。乾杯。うまい。さあ今日はおにぎりの似た屋というところでおにぎり買いました。これがねちょっと潰れちゃったけど、広島菜と赤しそだったかなと、もう一つがね昆布のおにぎりです。いただきます。ちなみにカリカリ梅と広島菜だそうです。美味しい。なんか歯ごたえがいいですね。広島菜ってあんまりみんな食べない気がするけど美味しいよな。広島菜すごく好きなんですけどね。さあ2つ目、なんだろう、名前くらい見ときゃよかったな。とろろ昆布になんやら入っておりますね。いただきましょう。2つ目は昆布のおぼろ巻き。なんだこれ、天ぷら。うまっ。いいですね。食事も終わったので天神川へ向かいます。トイレによると手洗い場の水飲めますと書いてありました。そう言われてもちょっと飲みづらいかも。冷やしクリームパン、なんか暑かったって思わず買ってしまいました。うまっ。最後の川、円光川です。奥に見える2本の高いマンションのあたりが広島駅。この円光とは川に住むカッパのような伝説上の生き物です。カッパと違って毛むくじゃらなのだそうです。天神川駅に到着です。今回はトラッカーアプリを忘れてしまい、正確な距離は不明ですが、およそ8キロ弱の道のりでした。時間にしてだいたい3時間ほどの散歩です。平和大通りを抜け、肘山公園で食事とお酒を楽しみ、太田川デルタを横断しました。ご覧いただきありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。